マヤマニアック講座ダイレクト X11 シェーダーを作ろう第4回。ウプ主は最近転職したんだけどテレワークじゃない会社らしいわね。今時の人は職種問わず在宅勤務したい人がほとんどなのだ。通勤時間も減るしワークライフバランスが良くなるのだ。でもウプ主はむしろテレワークの企業はお断りで転職活動をしてたらしいわよ。面接官も珍しいですねって言ってたそうなのだ。ウプ主曰く自己完結できるならとっとと全員在宅にしようって思ってるらしいんだけど、経験的にデザイナー職で新卒がテレワークなのはいろいろ難しいって言ってたわ。確かに画面共有だけじゃ伝えられないことが多いかもなのだ。手が超速い人は画面共有じゃ表示が追いつかないってこともザラなのだ。後上司のマウスのクリックオンの速さとか頻度とか、あとはトイレ行く時にちらっと見る先輩の作業画面の様子から盗めることも多いのに、それがないのは結構きつい。だってウプ主は今いる会社でもデザイナーが9割以上在宅の中毎日出社してたんだけど、技術を伝えるのにすごい苦労していたみたいなのだ。会社の利益になるならどっちでもいいと思うけど、皆さんはどう思うかしら？よければコメントで教えてね。今日は前振りが長いのだ。それじゃあ前回の予告通り今日は構造体について話すのだ。そうね。でも今回はお作法として暗記する部分ばかりだから難しくないわ。ストラクトっていうのはフロート 4× フロート4とかと同じように構造体っていう型を指定しているのだ。その後に続く VS インプットは自由に付けられる構造体の名前なのだ。そして2カッコで囲まれた中にあるのが構造体に含まれるメンバーとなる変数ね。見ての通りセマンティックで指定することでモデルから取り出した情報を中のメンバー変数で受け取っている感じね。なんとなくわかるかしら？注意するのは構造体の場合、中カッコの末尾にセミコロンをつけないといけないことなのだ。ちなみに VS インプットとしているのは入力用だからで、その後に出力用として VS2PS っていう構造体も用意しておく必要があるわ。 VS は頂点シェーダーの役で PS はピクセルシェーダーの役なのだ。だから VS2PS は頂点シェーダーからピクセルシェーダーに結果を渡すっていう意味でこういう名前にしているのだ。でもここは自由に名前を付けられるからシンプルにインプット、アウトプットとかでも全く問題ないわ。あとはアウトラインを描画する場合はもう一つ別に入力用の構造体が必要なんだけど、今回は考えなくていいのだ。またテクスコードについてはマヤだと0から7まで存在していて、大抵0番は UV のセマンティックとして使うんだけど、例えばビュー変換行列からはカメラの方向ベクトルを抜き取ることができるんだけど、それを頂点シェーダーで計算して出力用構造体に渡したいときに該当するセマンティックがないので、代わりにテクスコード位置を指定するといったケースがあるのだ。今言った通りでマヤには残念ながらカメラ方向というセマンティックはないわ。それでも構造体に含めたい場合は必ず構造体のメンバー変数にはセマンティック指定が必要ということなの。テクスコードは独特な使い方ができるので、困った時はそういう使い方をしてるものがあるかくくってみるといいのだ。それじゃあ今回はここまでね。次回はいよいよ本格的なプログラミングの第一弾として頂点シェーダーを解説するわ。まったねー。